月曜日。お家で休む。月曜日の朝、私はゆっくり起きました。目を開けると、カーテンの隙間から柔らかい日差しが部屋に入ってきていました。昨日はたくさん歩いて少し疲れていたので、体を休めるために今日は家でゆっくりすることにしました。布団の中でしばらくゴロゴロしてからのんびりと起き上がりました。顔を洗って歯を磨いてパジャマのままソファに座りました。朝ごはんはトーストと目玉焼き、バナナと牛乳でした。母が焼いてくれたトーストはバターの香りがしてとても美味しかったです。朝ごはんの後、私は部屋を片付けて洗濯物を畳みました。その後、私はリビングで好きな音楽を聴きながら本を読みました。窓の外ではセミが元気に鳴いていました。風鈴の音もチリンチリンと聞こえてきて涼しい気持ちになりました。お昼ご飯は冷たいそうめんを食べました。母がきゅうりとトマトを切って上に乗せてくれました。つるつるして喉越しが良くて夏にぴったりの料理です。テレビを見ながら家族と一緒に食べました。午後になって私は水泳の練習に行きました。近くの市民プールまで自転車で行きました。日差しは強かったですが、風が気持ちよくて少しずつ元気が出てきました。プールに着いてロッカーで水着に着替えてからシャワーを浴びてプールに入りました。私はまだ泳ぐのが上手ではないので練習しなければなりません。1時間ほど練習した後、少し自由時間がありました。私は水の中を歩いたり浮いたりして体を動かしました。水の中にいると暑さを忘れてすごくリラックスできます。プールから上がると体が軽くなったような気がしました。家に帰ってからはシャワーを浴びて冷たい麦茶を飲みました。とても美味しくて喉がすっきりしました。ソファに座って少しテレビを見ながら体を休めました。夜ご飯は焼き魚とご飯、味噌汁とサラダでした。たくさん泳いでお腹が空いていたので全部きれいに食べました。母がたくさん食べると元気になるよと言って私にスイカも出してくれました。スイカは甘くて冷たくてとても美味しかったです。晩ご飯の後、
私は英語の単語を少しだけ勉強しました。それから今日のことを日記に書きました。泳ぐのはまだ少し難しいけれど楽しかったと書きました。明日もまた頑張ろうと思いました。その後はお風呂に入って体を温めました。ゆっくりお風呂に入ると体の疲れが取れて気持ちも落ち着きます。お風呂の後はすぐにパジャマに着替えてベッドに入りました。今日は家でゆっくり休んで、午後には新しいことにもチャレンジできて、とても良い一日でした。明日も良い日になりますように、と思いながら、私は目を閉じました。月曜日、お家で休む。月曜日の朝、私はゆっくり起きました。目を開けると、カーテンの隙間から柔らかい日差しが部屋に入ってきていました。昨日はたくさん歩いて少し疲れていたので、体を休めるために今日は家でゆっくりすることにしました。布団の中でしばらくゴロゴロしてからのんびりと起き上がりました。顔を洗って歯を磨いてパジャマのままソファに座りました。朝ごはんはトーストと目玉焼き、バナナと牛乳でした。母が焼いてくれたトーストはバターの香りがしてとても美味しかったです。朝ごはんの後、私は部屋を片付けて洗濯物を畳みました。その後、私はリビングで好きな音楽を聴きながら本を読みました。窓の外ではセミが元気に鳴いていました。風鈴の音もチリンチリンと聞こえてきて涼しい気持ちになりました。お昼ご飯は冷たいそうめんを食べました。母がきゅうりとトマトを切って上に乗せてくれました。つるつるして喉越しが良くて夏にぴったりの料理です。テレビを見ながら家族と一緒に食べました。午後になって私は水泳の練習に行きました。近くの市民プールまで自転車で行きました。日差しは強かったですが、風が気持ちよくて少しずつ元気が出てきました。プールに着いてロッカーで水着に着替えてからシャワーを浴びてプールに入りました。私はまだ泳ぐのが上手ではないので練習しなければなりません。1時間ほど練習した後、少し自由時間がありました。私は水の中を歩いたり浮いたりして体を動かしました。水の中にいると
暑さを忘れてすごくリラックスできます。プールから上がると体が軽くなったような気がしました。家に帰ってからはシャワーを浴びて冷たい麦茶を飲みました。とても美味しくて喉がすっきりしました。ソファに座って少しテレビを見ながら体を休めました。夜ご飯は焼き魚とご飯、味噌汁とサラダでした。たくさん泳いでお腹が空いていたので全部きれいに食べました。母がたくさん食べると元気になるよと言って私にスイカも出してくれました。スイカは甘くて冷たくてとても美味しかったです。晩ご飯の後、私は英語の単語を少しだけ勉強しました。それから今日のことを日記に書きました。泳ぐのはまだ少し難しいけれど楽しかったと書きました。明日もまた頑張ろうと思いました。その後はお風呂に入って体を温めました。ゆっくりお風呂に入ると体の疲れが取れて気持ちも落ち着きます。お風呂の後はすぐにパジャマに着替えてベッドに入りました。今日は家でゆっくり休んで午後には新しいことにもチャレンジできてとても良い一日でした。明日も良い日になりますようにと思いながら私は目を閉じました。